全員六下の紋章を見せてくれ。7人いる。かつて一輪の聖者が自らの力を6つに分けて後世に残した。勇者はそれを一つずつ受け継ぐのじゃ。にゃつまりこの中の誰か一人が偽物って話だべ。そいつが敵でなくて一体なんだ？この中に一人敵がいる。さっき俺たちがここで襲われた。それで俺が神殿に先行した。にゃアドレッド、行くぞ。ハンス、お前の名前は聞いたことがないな。どこで何をしていたんだ？ま、知られてちゃ困るだよ。どういうことだ？結界は作動しているな。おかえりなさい。どうでした？結界を解くしかないな。そうですか。フレミ。同情はいらないわ。モーラ、そっちはどうだった？この結界を解除する方法は真言の書にはなかった。にゃそれ最悪じゃねえか。だが2つだけ方法がある。まず結界を作動させた本人なら解除することができる。そしてもう一つ、作動させた本人が死ねば結界は解除される。人であれ今日まであれ、結界を出ることは絶対にできん。外から作動させることは不可能だ。結界を作動できるのは人間だけですか？人間だけじゃ。つまりこの中に一人魔人に味方している人間がいるということか。だからフレミーが敵なんだって。フレミーを殺せば結界も消えて全部解決するんだよ。待て、俺はフレミーは仲間だと信じてるぜ。めんどくさいな。まあ待てチャモ。その前に全員で自己紹介をせんか。まだ顔と名前が一致しておらん者もおるのだ。にゃにゃ物覚えが悪いだな。分かったよ。合流するまでの経緯も語ってくれ。どうしてです？参考になるかもしれん。偽物を、7人目を突き止めるためのな。アドレッドさん。俺から行くぜ。
俺の名前はアドレット・マイヤー。地上最強の男だ。年は18歳、生まれは8個の国ウォーロ。家族は幼い頃からいない。そして地上最強の俺は一人で神殿に走った。地上最強っておめえ何回同じ言葉喋ったら？そもそも地上最強とは何を意味しておるのじゃ。この人ジャモより強いつもりみたいだよ。地上最強とはつまり俺のことだ。にゃバカだ、こいつすげえバカだべ。妙な男が六花に選ばれたものじゃな。結界が作動した時のことも話そうか？いや、後で聞こう。次は誰が話す？では私が。ウサギの姉ちゃんの話はじっくり聞きてえだな。ハンスとやら、このお方はピエナ国第一王女。本来お前など口も聞けないお人だ。にゃなおさら興味が湧くだな。ナッシェタニア、頼む。はい、ナッシェタニア・ルーイ・ピエナ・アウグストラ、ピエナ国第一王女、そして刃の聖女です。最初に出会ったロッカー、ナッシェタニア。思えば不思議な出会いだったが。こうして私とゴルドフ、フレミーさんは京魔たちを倒して神殿に向かいました。神殿に着いた時にはすでに結界は発動し、一帯は霧に包まれていました。次はゴルドフ。ゴルドフか。あれだけ忠実な男が姫様を裏切るとは思えんが。ピエナ国骨格騎士団筆頭ゴルドフ・アウオーダ。命を受け六花殺しを追っておりました。六花の紋章を手に入れたのは聖河の国にいた時です。姫と合流した私は他の勇者と合流すべく移動の途中、砦で結界の話を聞きました。砦を出発して間もなくアドレット・フレミーの両名と遭遇。以降は姫とアドレットの話した通りです。まさか六花同士での戦いが起こっていたとはな。では次は私が話そう。私の名はモーラ・チェスター。山の聖者であり梵天神殿の長である。聖者を統括してる神殿だべか？聖者の力が悪用されないよう監視する程度の仕事じゃ。ともあれ78名の聖者全員の顔と名前、能力はそらんじておる。チャモたちはね、聖者の力を手に入れたらモーラおばちゃんのところに挨拶に行く決まりなんだよ。フレミーを知っているのか？いや、それが知らなんだ。おそらく新しく誕生した聖者であろうな。ここ100年ほどはなかったことだが。話を戻すぞ。先代の長、太陽のリュウラ様に代わり10年、大化なく務めを果たしてきたと思う。チャモが暴れないようにするのは一苦労であったがな。私は魔人が目覚めた時、赤霊の国にいた。すぐに出発し、砦で無限結界の話を聞き、方針を決めたのが2日前じゃ。集合場所で隠れて待っていたところ、昨日ハンスが一人でやってきた。そして宣告の爆発を見て駆けつけたというわけだ。あんたほどの人が無限結界について知らなかったのか？存在は聞いておったが詳しくは知らなんだ。こんなことになるのなら関わっていた聖者たちとよく話しておくのだった。では次、チャモじゃ。あのね、チャモはチャモだよ。沼の聖者で14歳だよ。聖者になったのは7歳の時かな。チャモはちょっとだけ強すぎたから力を使うといつもモーラおばちゃんに怒られたよ。前に桜花の国の舞踏大会に出たんだ。間違えて1回戦の相手を殺しちゃってね。チャモの強さを示す有名な逸話だ。こいつがもし7人目だったら大変なことになる。お父さんとお母さんに旅の準備をしてもらって、地図をもらって魔国領に向かって適当に京魔を倒しながら歩いていたら騒ぎが起こってたから、そっちに行ったら急に霧が出始めるし、神殿に行ったらフレミーがいるし、びっくりしたよ。フレミーと面識が？あるわ。私がチャモを倒し損ねたのよ。チャモに殺され損なったんだよね。そのお嬢ちゃんが六花殺しだか？信じられねえだな。ハンス、次はお前じゃ。あいよ。にゃあ、オラはハンス・ハンプティっていうもんだ。どう見てもこいつは一番怪しいが。職業は殺し屋だ。
殺し屋？そんな人がロッカの勇者に？魔人を倒せる奴がロッカの勇者に選ばれる。違うだか？ですが。姫さんが考えるほど世の中は正しくできちゃいねえだよ。殺しを依頼した連中にはあんたの国の偉い人だってたくさんいる。そんな。話を続けるべ。にゃ。ロッカに選ばれた時、オラは魔国領の割と近くにいた。オラはまずこの国の王様に魔人を倒したらいくらくれるか交渉したら、王様ってのは気前がいいね。前金でがっぽりもらっただ。それから金を隠して魔国領に来てモーラと会っただよ。金の交渉？オラは金にならない殺しはしない主義だよ。にゃ、おめえらただ働きか？結界について王から聞かなかったのか？にゃ、なんか砦に行けって言ってただにゃ。まあ関係ねえと思って無視しただよ。聞いたのはモーラからだな。それから無限結界について聞かずにモーラと合流した。そもそも王はなぜそこまで話さなかった？ねえ、なんでそんな喋り方なの？にゃにゃ、よく聞いてくれただよ。オラの剣は猫の剣だ。猫の動きを真似ることで編み出した剣術だ。猫はオラの師匠ってところだにゃ。敬意を表して口ぶりも真似ることにしてるだよ。にゃ。今回のロッカは妙なやつばかりじゃな。まったくだぜ。おめえが言うな、地上最強バカ。バカは余計だ。フレミーとやらん？お前の番じゃ。話したくないでは済まさんぞ。渋ればそれだけ立場が悪くなると思え。これ以上どう悪くなるの？フレミ。私の頭の布と眼帯を外して。これは角？私は京馬と人間の間に生まれた子供よ。20年くらい前、一部の京馬が人間世界に潜伏したわ。魔人復活に備えてロッカに対抗するための手駒を作ることにしたの。それが私よ。父は人間だった。顔もどうしてこんなことをしたのかも知らない。母が私をはらんだところで殺されたから。私は京馬の母から生まれ、京馬に育てられたわ。母と仲間は何人もの人間を魔国領にさらって火薬の神を祀る神殿を作らせた。そこで私は火薬の聖者の力を得たわ。私は母の期待に応えて強くなったわ。そして母の命令に従い魔国領を旅立った。魔人を完全復活させるためにね。疑問には感じなかったわ。私は半分人間でも立派な京馬だと思っていた。魔人は私たちを守り導いてくれる立派な方だと信じていたわ。なぜお前はここにいる？なぜ魔人を倒すことにしたのだ？話しても信じてくれるとは思えないわ。しかし話さねば信じるも信じないもないぞ。今一番疑われているのはお前じゃ。待てモーラ。結界を作動できるのは人間だけって言わなかったか？確かに言ったが。だとしたら京馬の血を引くフレミーに結界の作動は無理なんじゃないか？いや、フレミーは結界を作動できると思うだ。なぜだ？この神殿には京馬が入れない仕掛けがあるのは知ってるだか？潮の聖者の柱か。なのにフレミーは入れてるだ。それはつまり京馬に不可能なこと人間に不可能なことの両方ができる。フレミー、お前はそういう存在なんじゃねえか？ええ、そうよ。フレミー。嘘をついても仕方ないわ。もちろん私は作動させてないけど、そもそもモーラの発言は本当に正しいの？全て事実だ。私から見ればあなたも容疑者の一人に過ぎない。あなたの言葉が真実という保証はないわ。そうか。モーラは身分が確かだから疑っていなかったが。結界に関しては私も聞いたことがあります。
おばちゃんの言う通りだって教わったよ。でも忘れてはいけないわ。誰かが嘘をついているということを。誰もが7人目の可能性があるということか。気をつけないと俺さえもが疑われる。だがそれよりも優先なのはフレミーの疑いを解くこと。私は7人目じゃない。今言えるのはそのことだけよ。じゃあもう面倒になったよ。7人目はフレミーだし、結界を動かしたのもフレミーに決まってるよ。フレミーを殺しちゃえば済む話じゃない。またそれか。じゃあ拷問にかけて聞き出そうか。拷問？待て、やめろ。じゃあもう拷問は初めてだけど頑張るよ。やめとけ。オラはフレミーが7人目とは思わねえ。何を言ってるのかな、猫さんは。7人目だとしたらアドレットはなぜ生きている？俺？全員が集まっちまったら偽物がいるってこともバレる。7人目にとっては最悪の状況だべ。六家殺しとして顔も名前も割れちまってるフレミーが疑われて殺されることは目に見えてるだべ。そうだね。なんとしてでも7人が集まる状況を回避しなきゃいけねえ。話を聞く限りアドレットを殺す機会だけはいくらでもあったはずだべ。地上最強の俺を？腐るほどあったわ。フレミー。二人でいる時、アドレットは長い間私の前を歩いていた。アドレットさん？六家殺しの前を歩いていたのか？俺はフレミーを信じていたからな。ってわけだべ。なのにアドレットを殺しもせずのこのこついてきている。7人目だとしたらこいつは何がしたいんだべか？一理ある。敵だとしたら不合理な行動が多すぎる。そうかもしれませんね。そうか。俺の行動がフレミーの疑いを晴らすことになるとは。ねえ、拷問していいよね。にゃ、今はまだダメだ。こんなにたくさんの人に口答えされたのじゃも初めてだよ。さて、これからどうするか。姫。大丈夫。少しめまいがしただけ。座っていろ。無理するな。はい。アドレット、結界が発動した時の状況をなるべく細かく説明してくれんか。わかった。で、そこに女が倒れていた。だがそいつは実は猿の京馬だったんだ。変身型の京馬だか。捕まえて吐かせれば。そいつ殺しちゃった。ジャムのいるとこに逃げてきたの。にゃ情報を得るチャンスがなくなっただな。京馬は忠実な生き物じゃ。殺されても絶対に喋らぬ。その女に言われて俺は扉に行った。扉には鍵がかかっていたんで爆破して開けたんだ。鍵は私が持っていた。ローレン上等兵もこのような事態を予想もしていなかったのだろう。で、こいつが扉の中から襲ってきたんだ。封印の聖者が作った万兵だ。正規の手続きを経ずに扉を開けた者を無差別に攻撃する。それで俺を攻撃したのか。随分と厳重に封印されてたんだな。哲学の国の王は秘密主義であった。悪用を防ぐためであろう。今まさに悪用されてるけどな。その後はどうした？ああ、扉を開けた時には結界が発動していた。霧が発生したのは扉を爆破した直後だったと思う。中に入った時には剣は台座に突き立っていた。となると発動したのはお前が扉を開ける直前か。多分な。そして神殿の中には人の姿は影も形もなかった。もう平気なのか？はい、ご心配おかけしました。お、私のこと頼りないと思わないでくださいね。少し気が動転しただけです。お分かってるぜ。気弱になるよりいたずらでも仕掛けてくる方がお前らしいぜ。もう私のこと何だと思ってるんですか？にゃあ、アドレット、なんか記憶違いはねえか？どうした？ないと思うぞ。訂正するなら今のうちだ。この先は取り消しますって言っても簡単にはいかねえだよ。
あおめえが入った時すでに台座に剣は刺さっていた。間違いはねえだな。しつこいぞ。間違いねえって言ってるだろ。オラは殺し屋だ。忍び込んだり逃げ出したりってのはまあ専門家みてえなもんだにゃ。ほう頼もしいことじゃな。オラみてえな家業の人間が一番恐れるのが封印の聖者様だべ。何しろ聖者様と来たらあちこちに不思議な扉を作っちまった。鍵が開かねえ。一度閉めたら出られねえ。開けたら鉄格子が落ちてくる。何度困らされたことか。オラは聖者様の扉については詳しいだよ。それでなんだ、何を考えてる。この扉はよくできてるだな。恐ろしく頑丈な代わりに一度開けたら二度と閉まらねえ作りになってるだ。どういうことだ。聞いてるのはオラだよ、アドレット。妙な話だな。おめえが来た時扉は閉まってただ。結界が発動したのはおめえが扉を壊すとほぼ同時だ。結界を作動させたやつはどうやって中に入っただ。どういうことだ。中に入る方法なんていくらでも。アドレット、おめえが扉を壊す前に神殿に入るのは不可能だ。誰にも絶対に不可能だべよ。アドレットさん。待て、そんなはずはない。どうやって入った。アドレット、頑張って考えなきゃ死んじゃうだよ。扉は一度開けたら閉まらねえ。扉以外の出入り口はねえ。京魔の力を借りようにも潮の聖者の柱のせいで神殿に近づけねえ。こういう入ることも出ることもできない状況をオラたちは密室って呼ぶだよ。この状況で神殿に入ることはできるだけ。アドレット、おめえ以外に。